こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は新年度前に見直したい子供のものの収納術をご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。子供のものの収納で特にお悩みの方が多いのが、おもちゃや工作が増えすぎて収まりきらないというものです。お子さんのおもちゃがどんどん増えてしまって、リビングや子供部屋に溢れてお悩みのお宅はとても多いです。また、お子さんが作った工作の作品などもなかなか捨てさせてもらえず場所を取ると悩まれている方が多いです。増えがちなおもちゃや工作の収納での一番のポイントは、大人がしっかり上限を決めるということです。おもちゃを欲しがったり、工作を作りたがるというのはお子さんにとっては自然な欲求です。さらに一度手にしたものを捨てたくないと思うのもお子さんの視点から考えればある意味当然のことだと言えます。そのため大人が先に置く場所の上限や買う際のルールを決めて、それを子供にしっかり伝えて理解してもらうことが大事です。もちろんお子さんにルールを守ってもらうためには、大人自身も自分のものの量を限られたスペースの中でやりくりすることが必要になってきます。物を増やさないコツについては、以前別の動画でも詳しくご紹介していますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。では、実際に小さいお子さんがいても片付いたお家をキープできているお宅のルール作りの例についてもご紹介していきます。まずこちらは 2LDK マンションに7歳、5歳、2歳のお子さんと5人住まいのお宅です。こちらのお宅はスペースの関係で子供部屋がないため、おもちゃはリビングの棚に収まる範囲でやりくりするというルールをお子さんたちと共有されています。お子さんがまだ小さいため、誕生日やクリスマスにはおもちゃを欲しがることが多いそうで、上のお姉ちゃんたちは編み物や DIY のおもちゃを欲しがっていましたが、代わりにこちらのピアノを手放してスペースを作るということを約束して購入することにしたそうです。ちなみに一番下の弟さんは今あるボックスに収まるプラレールの踏切を希望しているそうです。続いてこちらのお宅は 3LDK マンションに4歳、2歳の双子、0歳の4人のお子さんと6人家族でお住まいのお宅です。おもちゃはリビング横の子供部屋に収まる量にコントロールされていて、お子さんたちは普段は保育園に行っていて、平日は家でおもちゃで遊ぶことが少ないため、おもちゃを買うのは誕生日やクリスマスだけに絞られています。おもちゃはこちらのソフトボックス6つ分の範囲であれば、入れ替えたり増やしたりしても OK というルールにされていて、それぞれのボックスごとにテーマを決めて管理されています。また、絵本はこちらのファイルボックス2つ分に収まるように収納。そしてお子さんが作った工作の作品や工作用の道具は大人だけが取り出せるテレビ台の引き出しに収納されています。続いてこちらのお宅は 1LDK のアパートに8歳、5歳の息子さんと4人暮らしのお宅です。こちらのお宅ではよく遊ぶ一群のおもちゃはリビングに収納。使用頻度低めのおもちゃは寝室のクローゼットに収納されていますが、置けるスペースが限られるため、おもちゃの量も必要以上に増やさないように意識されていて、新しく購入するときはしっかり使い切れるかよく吟味してから購入することにされているそうです。お子さんのものだけでなく、大人の買い物も勢いでは買わず、一旦買い物かごに入れてから様子見することにされています。ちなみにお子さんの工作の作品はお子さんから視覚になる冷蔵庫の奥を一時置きスペースにされていて、お子さんの様子を見て整理することにしているそうです。また、こちらのお宅は 3LDK マンションに小中学生のお子さん3人と5人住まいのお宅ですが、お子さんのおもちゃや工作はリビングにはなく子供部屋に集約。一番下の娘さんのおもちゃ類はベッド横のスペースにキャビネットを置かれていて、そのキャビネットの中や上に置かれたボックスの中に収納。かさばるぬいぐるみはキャビネット横のボックスに収納されていて、工作の作品はキャビネット下のボックスに収納されています。ちなみにこのお部屋を共有している次男さんは漫画が趣味だそうですが、家具を置くスペースがないため、ベッド下にケースを置いてそちらに収納されていました。
なお、こちらのお宅では長期休みのタイミングで不要なものを見直すようにされていて、物が必要以上に増えないよう習慣化されています。さらに、物を増やしすぎないように、誕生日プレゼントは家族や親戚とのお出かけにするなど、物以外のプレゼントにされているそうです。ですが、お子さんたちはおもちゃがなくてもゲームやテレビなどで楽しく過ごしていらっしゃるそうです。続いて、子供のものの収納で多いお悩みが、リビングがおもちゃや学用品でごちゃつくというものです。特にリビングが狭いお宅の場合、お子さんのものの置き場に悩むお宅が多いです。また、兄弟が2人以上いらっしゃる場合など、学用品とおもちゃがごちゃ混ぜになってしまい、どう収納したらいいかわからず、お悩みの方も多いです。おもちゃや学用品の収納方法のポイントは、表に出しておくものを最小限に絞るということです。お子さんにとっては、おもちゃはあればあるだけ遊びたがるものです。ですが、使用頻度低めのおもちゃを収納内に入れて、表に出すものを絞ってみたら、意外とお子さんは表に出ているもので十分満足することも多かったりします。学用品もリビングに残すものはなるべく最小限にして、普段使わないものは子供部屋に置くようにするのがおすすめです。では、こちらもリビングにお子さんのものがあってもすっきりしているお宅の例を見ていきます。こちらのお宅は 2LDK のマンションに3歳の息子さんとお住まいのお宅です。リビングのスペースがコンパクトなため、こちらのお宅ではテレビ台の扉を外しておもちゃ収納として活用されています。置ける量が限られるため、こちらに収納するのは1軍のおもちゃだけに厳選されていて、細かいおもちゃはケースも活用しながら無理なく収まるように絞られています。2軍のおもちゃはリビング横にある寝室の一角に収納。テレビ台に置けない少しかさばるおもちゃや高さのある絵本などはこちらに収納されています。そして使用頻度低めの3軍のおもちゃは寝室のクローゼットに収納。こちらのボックスに蓋をつけて収納して、その上に大きいトミカのおもちゃを置いて収納されていました。続いてこちらは 3LDK のマンションに4歳、2歳、0歳のお子さんとお住まいのお宅の事例です。お子さんが3人いらっしゃいますが、小さいお子さんでも片付けやすいように、1軍のおもちゃはこちらの2つの収納家具に収まる量に厳選されています。そして時々遊ぶ2軍のおもちゃは、このお部屋にあるクローゼットの上段に、このようなボックスを2つ置かれていて、その中に収納されているため、遊びたい時にはすぐに出せるように収納されています。そして使用頻度3軍のおもちゃは、リビングから離れた玄関側のお部屋の一角に、量を増やしすぎないようにしながら収納されていました。続いて、こちらは2階建ての戸建てに4歳のお子さんとお住まいのお宅の事例です。1軍のおもちゃは入り口から死角になるこちらのスペースに配置されていて、子供用のテーブルの横にラックを置かれて収納されているほか、テレビ台の一角やその隣に置かれた棚の中に量を厳選して収納されています。使用頻度低めのおもちゃは2階の子供部屋に収納されていて、2軍のおもちゃはお子さんでも取れるようにクローゼットの中に収納。そして3軍のおもちゃはクローゼットの枕棚のボックスの中に収納されていて、中に何が入っているかわかるように付箋にメモをして貼られています。ちなみにお子さんの作品はその横にあるソフトボックスの中に収納されていました。続いてリビングに学用品を収納されているお宅の事例です。こちらのお宅では棚を2種類置いてお出かけグッズと一緒に学用品を収納されていて、幅の狭い棚の中段に浅めのボックスを置いて、ここに毎日学校で使うハンカチやマスクなどの小物を収納。その下の段はランドセル収納スペースにされていて、さらに下の段には学校用の給食セットを収納されていました。そしてこちらはその隣の棚ですが、教科書類はファイルボックスに立てて収納。そして本は100円ショップのスタンドに立てて収納されていました。こちらのお宅も小学生のお子さんの学用品をリビングの一角に収納されていて、カラーボックスに学校のプリントやリビング学習用の文具、学校に持っていくハンカチや名札のほか、教科書や体操着、絵の具などの学用品を収納。
手提げバッグは側面のフックに吊るして収納されていて、その横にあるゴミステーションを兼ねた棚の上をランドセル置き場として使用されていました。続いてのよくあるお悩みが、収納家具の選び方がわからないというものです。おもちゃや学用品をお子さんでも使いやすく収納したいと思うものの、いろんな収納家具があって、どれを選んだらいいかわからず悩まれるお宅はとても多いです。子供用の収納家具を選ぶ際のポイントは、長く使い回せるかどうかで吟味するということです。子供専用の家具で可愛いものもたくさんありますが、お子さんが大きくなると使いづらくなってしまうことも多いです。我が家では無印良品のユニットシェルフを子供の収納用として長く愛用していて、子供が小さい時はおもちゃや絵本の収納、小学生になってからはランドセルや学用品の収納、そして中学生になってからはパーツを入れ替えて制服などの収納としても活用していました。将来的に洋服なども収納したい場合はパーツが組み替えやすいユニットシェルフが便利ですが、他にもこのようなスタッキングシェルフやカラーボックスなどのシンプルな家具だと用途が変わっても使い回しやすいです。では、ここからは代表的な家具ごとに実際にお使いのお宅の事例をご紹介します。まずはスタッキングシェルフを使った例です。こちらのお宅では小学生4人のお子さんの学用品収納としてお使いになっていて、4マス分のスペースにそれぞれお子さんのランドセルを収納。こちらの引き出しにはハンカチやティッシュを収納されています。4段の浅い引き出しはお子さんが描いた絵を収納するスペースとして活用。そして下段のボックスに勉強用のワークやノートを収納されています。一番奥のソフトボックスにはお出かけ用バッグを収納されていました。続いてこちらのお宅はスタッキングキャビネットにおもちゃや本を収納されている例です。引き出しを組み合わせてお子さんがよく遊ぶレゴのパーツを色別に収納したり、同じ引き出しに工作に使う道具類を収納。細々したおもちゃはボックスや袋に入れ替えて収納されています。また、絵本は仕切りスタンドを組み合わせて取り出しやすく収納。勉強用のタブレットも同じようにスタンドを使って立てて収納されていました。続いて、ユニットシェルフを使った事例もご紹介します。こちらのお宅では、リビングのシェルフの下3段分をお子さん3人の学用品や園グッズの収納スペースとして活用。こちらは一番上のお姉ちゃんのスペースですが、深い方のボックスにはお姉ちゃんの雑貨類、浅いボックスには習い事用のバッグを収納されています。浅いボックスの下の引き出しにはマスクや外付けポケット、靴下を収納されていて、ランドセルは側面のフックに吊るし収納にされています。妹さんたちのスペースも同じような仕組みにされていて、深いボックスには円バッグ、浅いボックスには習い事用のバッグを収納。引き出しにはマスクやループ付きタオル、靴下を収納されていました。また、こちらのお宅ではユニットシェルフをテレビ台としてもお使いになっていて、その一番下の段をかさばるおもちゃの収納スペースとして活用。こちらのボックスにぬいぐるみやブロックなどのおもちゃを収納されていました。続いて、こちらは小学生のお子さんの学用品収納として使っている例です。こちらのお宅ではデスク横のスペースにシェルフを置いて学用品を収納されていて、一番上の段にはランドセルや普段学校に持っていくハンカチ、ティッシュを取り出しやすく収納。その下の段には教科書や上履き、図書館で借りた本や学校で使う文具のストックを収納。一番下の段や側面のフックには絵の具や鍵盤ハーモニカ、手提げ袋など週末や長期休みの時に持ち帰るかさばる学用品を収納されていました。続いてはカラーボックスを使った事例についてもご紹介します。こちらのお宅は4歳のお兄ちゃんのおもちゃの収納としてカラーボックスを活用されていて、お子さんでも中身がわかりやすいように浅めのボックスを使って収納。ボックスの側面にはイラストで中身をラベリングされています。かさばるおもちゃは棚板の位置を調節しながら直接収納されていて、パズルや絵本はファイルボックスやスタンドを活用しながらカラーボックスの上に収納されていました。
続いて、こちらは小中学生のお子さんの学用品収納として活用されている例です。こちらは中学生のお兄ちゃんの部屋ですが、上半分のスペースには教科書や文具などを収納。下半分には本以外にボックスを3つ配置されていて、中には学用品や小物類などを収納されています。また、小学生の弟さんの部屋でも同じ棚を置かれていて、教科書や本などのほか、学校で使う道具類を収納されていました。続いて、子供の収納でとても多いお悩みが、子供の個室作りをどうすればいいかわからないというものです。将来、子供部屋にしたいと思っている部屋に、物が山積みで物置部屋状態になってしまっていたり、お子さんの人数が多く、一人一部屋与えるには部屋数が足りないことにお悩みのお宅もよくお見受けします。子供部屋作りで大事なポイントは、中長期的な部屋の使い方を考えるということです。お子さんの誰が何歳になった時にどの部屋を誰が使うイメージなのかというのを紙に書き出したりして整理してみると、いつまでに大人のものはどの程度の量まで絞らないといけないかという目安が見えてきます。また、お子さん2人で子供部屋を共用しないといけない場合などは、家具の配置やサイズ感など早めにイメージを膨らませておくことが重要です。では、ここからはお子さんの人数に対して部屋数が少ないお宅の子供部屋作りの事例をご紹介します。こちらのお宅では 3LDK マンションに社会人から中学生までの3人の息子さんと暮らしていますが、現在は社会人で家にいる時間が少ない長男さんと中学生の三男さんが相部屋になっていて、真ん中の次男さんが少し狭いこちらのお部屋を一人でお使いになっています。ちなみにご夫婦の寝室にある押し入れにご家族5人分の布団を収納されていて、それぞれ寝るときにここから持って行っているそうです。続いてこちらのお宅は社会人から小学生までの3人の息子さんがいらっしゃるお宅で、社会人で弟さんたちと少し年齢が離れている長男さんがこちらのお部屋を個室として使われています。そして下の弟さん2人の部屋として使う予定のこちらのお部屋は、現在はプレイスペース兼洗濯室としてお使いになっていて、長男さん以外の4人のご家族はこちらの主寝室の方に布団を敷いて皆さんで一緒に寝ていらっしゃるそうです。続いてこちらは小中学生3人のお子さんがいらっしゃるお宅ですが、下の弟さん2人がこちらのお部屋を相部屋としてお使いになっていて、2段ベッドを置いてここで兄弟2人が過ごしていらっしゃいます。そして一番上のお姉ちゃんがこちらのお部屋を個室として使われています。こちらも小中学生3人のお子さんがいらっしゃるお宅ですが、小学生の次男さんと妹さんがこちらのお部屋を相部屋として使用。そして中学生の長男さんがこちらのお部屋を個室としてお使いになっていました。そしてここからは将来の子供部屋を物置部屋にせずにしっかりキープできているお宅の事例をご紹介します。こちらのお宅は玄関側の洋室を将来の子供部屋として確保されていますが、現在はまだお子さんが小さいため、お出かけ用のバッグ類や掃除グッズ、常温保存のものの置き場所として使われているほか、回収頻度が低い段ボールや紙ゴミを一時置きするゴミステーションとして活用されています。こちらのお宅は2階建てで、現在はお子さんは1階中心に過ごされているため、2階の将来の子供部屋はパパのリモートワーク部屋として活用されています。このお部屋のウォークインクローゼットも広めのスペースですが、おむつなどのストック品や子供服を中心に収納されていて、なるべく大人のものは置かないようにされていました。そしてこちらのお宅も2階建てで、現在はまだお子さんが小さいため、普段よく遊ぶ一軍のおもちゃは1階に収納されていて、2階の子供部屋には使用頻度低めの2軍のおもちゃや、思い出グッズなどを収納してスペースにゆとりを持たれています。また、お子さんが増えた時のために確保されているこちらのお部屋は、現在は客間として使われていて、クローゼットスペースにはベビー用品やお下がりの服を収納されていました。そして最後のよくあるお悩みが、子供のデスク周りがぐちゃぐちゃになるということです。子供に学習机を用意したものの、
文具や学用品が散らかって結局あまり使われていなかったり、引き出しの中もぐちゃぐちゃで使いこなせずお悩みのお宅も多いです。子供のデスク周りで大事なポイントは、親が声かけをして一緒に整理するということです。特に小学生以下のお子さんの場合は、まだ片付けに慣れていないことも多いため、長期休みなどのタイミングで声かけをして一緒に整理するのがおすすめです。最初はうまく片付けられなくても、何度か繰り返すことで、徐々にお子さんが一人でも整理できるようになってきます。では、デスク周りを上手に活用されているお宅の例もご紹介します。こちらは8歳、6歳の娘さん2人がいらっしゃるお宅の例です。机の浅い引き出しは学用品や小物を仕切りで区切りながら取り出しやすく収納。可愛い文具なども種類ごとに分けて収納されています。横にある扉付きの収納にはプリントや勉強用のテキスト、図鑑などを取り出しやすく収納されています。続いてこちらは中学生、小学生の息子さんがいらっしゃるお宅の例です。こちらは中学生の息子さんのデスクですが、コンパクトながらとてもスッキリ。テキスト類もわかりやすく分類されています。Mac や細かい学用品はデスク横のワゴンに収納。使用頻度が低いテキスト類はベッド下の引き出しに収納されていました。そしてこちらは小学生の弟さんのデスクです。弟さんも学用品はワゴンにまとめて収納されていて、テキスト類はデスク横に置かれたラックに収納されています。机の引き出しの中もケースで仕切りながらお子さんでも使いやすくすっきり収納。横の扉収納は100円ショップのケースを活用して、お子さんがサッカーで使うウェアや工作グッズ、ペンなどをわかりやすく収納されていました。さらにこちらは大学生と高校生のお子さんがいらっしゃるお宅の例です。大学生の娘さんのお部屋はベッドの横にシンプルなデスクを置かれていて、デスクの前にはアクセサリーなども取りやすく収納されています。そしてこちらは高校生の息子さんのお部屋です。デスク周りは時々散らかることもあるようですが、息子さんの中で片付けのルーティンがあり、気になった時にリセットする癖がついているそうです。いかがでしたか？新生活シーズンに子供の収納を見直したい方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。最後に、この動画を気に入ってくださった方は、チャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。